その呼吸を整えるというのは、こうして座禅を組みまして、上半身、肩、首筋、そして胸、こういうところの力をすべて、解放いたします。要は上半身が柔らかく、特にこのあばら骨の下のみぞおちと言われます。ここのところは最も緊張しやすいところです。ここが開かないと呼吸が深く吐けません。深く吐けないということは気が上に上がったままということです。ですから私たちは、日常は考えが多く外の世界に関わっておりますので、私たちはどうしても気が上に上がりやすくなります。ですからそういう状態で日常生活をしているから、このみぞおちというものが、どうしても緊張しやすい、硬くなりやすい。ですからお腹が呼吸をしても動いてくれない、そういう状態が起こります。これが普通ですが、それを座禅では息を下腹まで下ろすということは、お腹を使って十分に呼吸ができるということが大切です。吐く息は私たちの体を柔らかくします。そして吸う息は私たちの体に活性、充実感を、エネルギーという活力を呼び戻してくれます。こういう体の呼吸の要点を心得て、吐く息はできるだけのびのびとゆっくりと吐いてやります。そうしますと体が次第に柔らかく、精神も安定してきます。そして吸う息は自分で普通はと吸おうとするんですが、それはあまりよくありません。できるだけ自然体で体が吸うようにしてやります。そのための呼吸法、普通、座禅の時の呼吸は、口を使ったりはしません。鼻で吸い、鼻で吐くんですね。ですから分かりにくいので、今口も使いながら手の動きを助けて、分かりやすくいたします。吐く息、上半身を解放してますと、息を吐けば必ずお腹はぺちゃんこになります。これが体の仕組みです。ですから、お腹がぺちゃんこになって、もうこれ以上ぺちゃんこにならないというところまで吐けるのです。だいたい目処は8秒から10秒を見ていただいたらいいんですが、だいたい8秒ですね。吐く息8秒ぐらいを目処にしていただいたらいいと思います。慣れれば20秒30秒と吐けます。ですけども、それはよほど慣れないと難しい。そしてまた日常生活にはそれほどのことは必要ではありません。だいたい8秒ぐらいを目処にしていただいたら、心の安定は次第に、備わっていきます。そこで、吐く息、もうこれ以上吐けないっていうところまで
ぺちゃんこになるまで吐きますと、体が元に戻ろうとします。その元に戻ろうとするお腹が、ぺちゃんこのお腹が元に戻ろうとする力に任せて、その自然の復元力に任せて息を入れてやります。決して上には吸い上げません。ですから吸う息は体が自分で吸うという、そういう状況です。これが正しい、初心の呼吸法と、また座禅の要領です。このようにして、吐く息を自然体でのびのびとできるだけ、8秒ないし10秒ぐらいかかってゆっくりと吐けるように工夫をし、その呼吸が言えば1回で終わりじゃなくって、できるだけ5分10分、慣れれば30分1時間と、その座禅の時間が伸びるように集中を深めてやります。ですから吐く息に意識を添え、意識が吐く息と一体になって呼吸を整えていく、いわゆる心を整えていく、そういう工夫をしていきます。ここで数息間というような呼吸の集中力というを高めるための要領があります。吐く息を数えて一つと、お腹がぺちゃんこになるとずーっと体が息を吸います。またずーっと吸います。こうして一つ二つ三つ四つ五つ六つ七つ八つ9つ10まで数えたらまた一つに帰ります。要は新鮮な気持ちで、新たなる気持ちでまた新たに座るような、そんな心境があっていいと思います。要は惰性にならないように、常に意識が活性するように、するのが座禅の大切なところです。こうして、次第次第に、呼吸を深め、数が次第に安定するというか、のびのびとした状況が、自然に、身についていきますと、心の状態がとても安定し、いらざる考え、そういうものに、心がうろうろとしなくなります。心人一如と言います。体が座ると心も座る。そして心は体が座っておるように安定してスッと今ここに収まっている。私たちの心というのはいろんな表現の仕方がありますが、一応心と申しておきます。私たちはいろんな考えを持っています。昨日のあったこと、これから未来のこと、人のこと、よそのこと、いろんなことが私たちの頭の中に、思いを作り出します。それに心は
ついていく、言えばあちら行ったりこちら行ったりするわけですね。それでは私たちは自らが大切な仕事をしよう、大切なことに向かおうとしておっても心がうろうろしておったらその内容が乏しくなります。そこで体が座れば心もちゃんと座ってくれる。同じようにピタッとここに収まってくれる。体が立てば心もちゃんとそれに沿って立つように、歩けば心も、その体に従って体と共に歩くように。ですから仕事をすれば仕事、生活に入れば生活、あらゆるその時の状況に心はピタッと寄り添うように、なるのが心を整えるということですね。ですから私たちの心はその時その時の状況に対応しておるのですけれども、やはりその現実、体と心がピタッと合うこと、それと私たちはこうして座っている時はなんとなく落ち着いたような気持ちになるでしょう。ところが仕事をする、いろんなところへ見たり聞いたり、関わることになります。そうすると心は言えば騒々しくなるんですね。落ち着きを失うんですね。だから本当に座禅が慣れると、仕事をしている時もこうして座禅をしている時もほとんど、その心の状態はそんなに変わるもんじゃない。そういうような状態、同情隔てなしというんです。動いておる、時と仕事をしておる時と静かに座っておる時とほとんど違いを見ない、こういう心が安定した心ですね。そうなると私たちは見通し、周りの見通しがつくようになります。ここのところが座禅の要点ですね。ですから私たち自分の幸せだけじゃなく、周りの状況を冷静に見て、そして周りの環境も共に、安定したというか平和な状態を守っていけるような、そういう人間性を育てるのが座禅です。ですから自分の幸せだけを求めるのが座禅ではありません。こういう私たちの生活全般に基本となるような心の整え、これが座禅であります。ですから座禅はまず体の姿勢、そして呼吸の自然の流れ、深いおおらかな流れ、そうしてお互いのその時その場の体の状況、その時の状態にぴったりと寄り添うような心のありよう、これが自然に身につくことになれば座禅がよく分かるということになると思います。そういう意味で、皆さん方の生活の中にこの座禅が生かされることを切に願っております。